今日はクリームシチューを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はクリームシチューを作りたいと思います。はい、ということで今回は定番レシピシチューを作っていきたいと思います。今回はですね、ルーを使わずに滑らか濃厚で美味しいクリームシチューに仕上げていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは材料をご紹介します。まずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、じゃがいも、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、ブロッコリー。今回はこちらの材料で作っていきます。こちらの具材に関しましてはお好みのものを使ってください。今回具材のポイントとしてはマッシュルームですね。このマッシュルームを入れていただくことで旨味が凝縮されてとても美味しいクリームシチューに仕上がります。もしマッシュルームがない場合はしめじなどでも OK です。続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、白ワイン、生クリーム、お水、薄力粉、無塩バター、顆粒のコンソメ、粉チーズ、お砂糖、塩コショウ。こちらの材料で作っていきます。まずね、こちら調味料などのポイントなんですが、今回白ワインを使っていきます。そうすると味わいに深みが出てきます。さらに濃厚に仕上げるために生クリームを使っていきます。こちらの生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームを使用していきます。そしてバターについてなんですが、こちらは無塩バターを使ってください。ない場合は有塩バターでも大丈夫なんですが、その場合は味の濃さを調整してください。そしてさらに粉チーズも加えていきます。そうすることで濃厚さとコクがアップします。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずね、具材から切っていきたいと思います。最初にじゃがいもを切っていきます。じゃがいもの品種なんですが、お好みのものを使っていただいて大丈夫です。ただこういった煮込み料理をするときは煮崩れしにくいメークインなどがおすすめです。今回もね、メークインを使っていきます。ではまずね、皮を剥いていきます。はい、このように剥いてください。この時にじゃがいもの芽があった場合はそちらは取り除いてください。それではもう一つも剥いていきます。はい、皮を剥きました。そしたらですね、こちらのじゃがいもを食べやすい大きさに乱切りしていきます。はい、OK です。そしたらこちらのじゃがいもはボウルに入れてください。はい、でこのように水にさらしてアクを抜きます。こちらのじゃがいもは使うまでね、水にさらしておいてください。そうすることで変色も防止することができます。それでは続いて人参です。人参はまずヘタを切り落としてください。そして皮を剥いていきます。人参のね、皮付きがお好きな方はもちろん皮付きのままでも大丈夫です。はい、皮を剥きました。この人参ね、少し長さがあるのでまずね、半分に切ります。そしてまた半分に切ります。こちらも半分に切ります。人参はね、ちょっとちっちゃめにしたいと思います。大きめが好きな方はね、大きめにしていただいても OK です。はい、人参はこのように切ってください。続いて玉ねぎです。玉ねぎはまず半分に切ります。そうしましたらだいたい 5mm から 7mm 幅ぐらいで切っていきます。根っこの部分は切り落としてください。はい、でそしたらね、玉ねぎは少しばらつかせておきましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてブロッコリーです。まずね、この根元をね、切り落とします。このね、切った切り口に切れ込みを入れてください。このぐらい切れ込みを入れたら手で裂きます。はい、今回半分だけ使っていきます。重さで言うとね、だいたい 100g ぐらいです。こちらの量はお好みで OK です。それではね、一つずつ切り離していきます。切り終わったらですね、このブロッコリーも水に浸します。はい、そしたらですね、このまま少し水に浸してブロッコリーを洗ってください。続いてマッシュルームです。マッシュルームはだいたい4等分ぐらいにしたいと思います。切り方はね、こちら薄切りにしていただいても大丈夫です。こうやってね、4等分にしていただくとマッシュルームのね、歯ごたえも楽しんでいただけます。ちっちゃいものはね、2等分ぐらいでいいかなと思います。は
はい、マッシュルームはこれで OK です。それでは続いて鶏もも肉を切っていきます。まずですね、鶏もも肉のこういう余分な筋とか余分な脂、そして皮を取り除いていきます。ちょっとひと手間なんですけど、これをやっていただくだけでね、食べやすくなるのでぜひやってみてください。はい、このように余分な部分を取ってください。あとはね、こちら一口大の大きさに切っていきます。切る時なんですけれども、この鶏もも肉よく見ていただくと筋っぽい部分と、あとは肉々しい部分に分かれてます。なのでこちらをね、切り分けていただくと歯切れが良くなってとても食べやすくなります。分かれてる半分から切ります。あとはね、食べやすい大きさに切っていきます。はい、もも肉はこのように切ってください。そうしましたらここからがポイントです。鶏もも肉にお砂糖を揉み込んでいきます。そうすることでお肉のコクがアップするのと、あとはお肉自体の肉質も柔らかくなります。切ります。全体に揉み込んでください。このように少しね、ツヤが出れば OK です。そしたら下味で塩コショウをまぶします。はい、鶏もも肉の下準備はこれで OK です。はい、それでは具材を炒めていきます。まずはじめに鶏肉を焼きたいと思います。フライパンに薄くね、サラダ油を敷いてください。こちら分量外です。そして火にかけます。火加減中火でまずね、フライパンに油を回してください。30秒ほど油を温めたら一旦火を止めます。そしてお肉の皮目を下にして焼いていきます。はい、でこのように並べたらもう一度火にかけます。火加減中火から弱めの中火ぐらいです。まずこのまま焼き色をつけます。焼き色をつけるときはね、動かさずにこのまま焼いてください。はい、今ね、だいたい1分半ぐらい焼きました。焼き色をチェックしていただいて、このようにこんがり焼き色がついたものから裏返していきます。このままですね、片面も焼き色がつくまで焼きます。はい、OK です。片面はですね、だいたい弱火で1分ぐらいで OK です。そしたら火を止めます。今ね、だいたい5割ぐらい火が通ってる状態です。鶏もも肉はですね、この後余熱で少し火を入れていきます。そうすることでとても柔らかくて美味しい仕上がりになります。そうしましたらこちらの鶏もも肉はボウルに開けておきます。こちらの鶏もも肉は使うまでこのまま置いておきましょう。それでは続いてお野菜などを炒めていきます。まずお鍋にバターを入れてください。そしたら火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。このタイミングでね、お野菜入れちゃいます。まず人参です。玉ねぎです。そしてあとはマッシュルーム。こちらの3つを炒めていきます。塩コショウもね、ちょっと振ってください。じゃがいもなんですけれども、このタイミングで一緒にね、炒めちゃうと煮崩れしやすくなるので、じゃがいもは後から入れていきたいと思います。これで野菜に透明感が出てくるまで炒めます。火加減は弱めの中火から弱火ぐらいで調整しながらね、炒めてください。この時お野菜をね、焦がさないようにだけ注意してください。はい、OK です。一度火を止めます。玉ねぎがしんなりするまで炒めてください。このようにね、しっかりお野菜をね、炒めていただくことで野菜の旨味が出てね、とても美味しい仕上がりになります。そしたらね、お野菜をお鍋全体に広げてください。そしてここに薄力粉を加えていきます。この薄力粉を加える時なんですが、必ずふるって加えるようにしてください。このまま入れてしまうと薄力粉がダマになってしまうので注意してください。ではふるいます。はい、OK です。ふるったらですね、まだ火にかけない状態でこの薄力粉を野菜全体に絡ませてください。そうしていただくとダマもできずにとても滑らかな仕上がりにすることができます。はい、でこのように粉っぽさがなくなったら火にかけます。火加減は弱火です。このままですね、一度薄力粉をですね、だいたい1分ほど炒めてください。この時も焦がさないように注意してください。このように一度ね、こうやって炒めていただくと野菜とね、馴染んできます。はい、OK です。こんな感じの状態です。このぐらいになるまでね、炒めてください。そしたらですね、火を止めた状態でまずね、ここに白ワインですね、こちらを入れていきます。まず半分入れてください。そして一度なじませます。ちょっとずつね、このようになじませることでダマにならず綺麗な仕上がりにすることができます。ここでね、一度に入れてしまうとダマになっちゃうので注意してください。はい、このように白ワインが馴染んだら残りも加えます。まだね、火にかけてない状態です。これでまたなじませます。
だんだん滑らかになってきます。で、白ワインを全部入れ終わったら今度はお水です。お水もですね、少しずつ加えていきます。だいたい3回ぐらいに分けていただくといいかなと思います。入れたらね、またなじませます。このタイミングで火にかけちゃうと沸騰するのが早くなってしまって作業が追いつかなくなるので、火を止めていただいて作業していただくといいかなと思います。はい、またこのぐらい馴染んだらお水を加えます。そしてなじませます。はい、 OK です。で、だんだんね見ていただくと分かるんですが、とても滑らかな仕上がりになってきてます。では最後ね、お水3回目加えます。そして混ぜましょう。はい、でこのように綺麗に混ざったら OK です。そうしましたらですね、ここに先ほどね焼いておいた鶏肉を加えます。こちら出た油も一緒に加えちゃってください。はい、そしてこのタイミングでじゃがいもも入れていきます。あとは顆粒のコンソメです。これを入れたらね、一度混ぜましょう。まだね火にかけてない状態です。全体が混ざったら火にかけてください。火加減は弱めの中火です。このまま10分煮込んでいきます。煮込んでる最中も時折ね、このようにかき混ぜながら煮込むようにしてください。はい、10分経ちました。この時にじゃがいもがね柔らかくなってれば OK です。まだ硬い時はもう少しね煮込んでみてください。ではね、一旦火を止めます。今ねもうこんな感じで美味しそうなんですが、最後ね仕上げていきます。まず粉チーズです。そして牛乳、あとは生クリームを加えます。そして最後ね、こちらお野菜のブロッコリーです。ブロッコリーはあまり加熱しすぎると色味が悪くなるので、最後このタイミングで入れていきます。はい、これで一度混ぜましょう。まだね火にかけてない状態です。で、全体がよく混ざったら火にかけます。火加減は弱めの中火です。ここでポイントなのが、最後は沸騰させないようにしてください。これを沸騰させてしまうと牛乳の風味が崩れたりとか、あとは表面に膜ができやすくなってしまいます。なので鍋肌がふつふつするぐらいまで加熱していきます。はい、鍋肌がふつふつしたら火を止めます。これで完成なんですが、最後は味見をして塩コショウで味を整えてください。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、これで鶏肉のホワイトシチューの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにスープはとても滑らかで美味しそうに仕上がってます。じゃがいもも煮崩れせずに綺麗に仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。鶏肉がすごく柔らかいです。そしてこのシチューの味わいに深みがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクリームシチューのポイントです。まず鶏肉なんですけれども、鶏肉はですね、余分な筋、脂、皮、こちらを取り除くようにしてください。そして切るときはですね、今回筋しい部分と肉しい部分に分けて切りました。そうすることで歯切れが良くなってとても食べやすくなります。そしてお肉を切り終わったら、まず最初にお肉にお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお肉の味わいに深みが出て、さらに肉質も柔らかくなります。その後ですね、お肉を焼くんですけれども、お肉は一度軽く焼いて、その後一度取り出してください。そうすることでお肉の柔らかい状態をキープすることができます。そしてその後お野菜を炒めるんですが、野菜はね結構しっかりめに炒めるようにしてください。で、目安としてはね、玉ねぎがしんなりするぐらいですね、今回の動画ぐらいになるように炒めてください。ただこの時ね、お野菜を焦がさないように火加減は調整しながら炒めるようにしてください。この時ですね、じゃがいもも一緒に炒めてしまうと煮崩れの原因になるので、じゃがいもは最後の方に加えるようにしてください。さらにですね、ブロッコリーに関しましても、あんまり煮すぎてしまうとブロッコリーの綺麗な色味が退色してしまいますので、ブロッコリーはね一番最後に加えるようにしてください。そしてですね、お野菜を炒めた後は薄力粉をまぶしてください。で、この薄力粉をまぶす時なんですが、必ず火を止めた状態で、そしてふるいながら加えるようにしてください。こちらの薄力粉を一度に加えてしまうとダマになってしまいます。その後ですね、
しっかりとお野菜に絡めて軽く火入れしたら、白ワインとお水を数回に分けて加えてください。こちらを加えたらその都度ね、よく混ぜるようにしてください。そうすることでだんだん薄力粉が水分と馴染んでダマができず、とても滑らかで美味しいクリームシチューに仕上がります。この工程はね、少し一手間ではあるんですけれども、きちんとやっていただくことで美味しいシチューに仕上がるので、こちらの手順は省かずに必ず行ってください。そしてその後ですね、牛乳などを加えるんですが、こちらを加えたら沸騰直前まで加熱してください。沸騰させてしまうと膜ができやすくなったり、あとは牛乳の風味もね、崩れてしまいますので、だいたい目安としては鍋肌がふつふつするぐらいですね。そのぐらいになったら火を止めてください。今回はですね、濃厚にするために生クリームと粉チーズを加えました。こちらの2つを加えていただくと、とても濃厚で味わい深いクリーミーなクリームシチューに仕上がります。そして全部仕上げた後はですね、塩コショウまたは塩で味を整えてください。今回の分量でいくとだいたい 4,5 人分ぐらいになると思います。こちらはですね、どのくらい召し上がるかにもよりますので、目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はクリームシチューを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。